こんにちは、アイボンです。今日はたまごっちパラダイス完全キャラクター攻略ガイドプラス最強遺伝を目指すガイドブック的な動画を作ってみようと思います。イエーイ！動画が長くなりそうなのでキャラクターは全員ご紹介しますが、攻略方法に関してはたまごっちパラダイスブルーの方を購入した人、また機種はブルーではないけど水エリアを楽しんでいる人向けに作ってみたいと思います。この動画が好評でしたらピンクとパープル編も作りたいと考えておりますので、ぜひ高評価を押して最後まで見てくださると嬉しいです。それではキャラクター全種類お見せしちゃいます。私の手書きなので似てない子もいるかもしれないまずはどの機種を育ててもベビマルッチからのスタートになりますが、それぞれ21キャラクターを育てることができます。何色の機種を買ったとしても 21×3 のキャラクターは育てることができます。その子たちプラス機種の色ごとに1人だけシークレットが登場するほか、特殊な育て方をしてベビマルッチというキャラクターも育てることができますので、これ1台持っていれば最大66キャラクターを育てることができます。で、育てることはできないんですけど、条件をクリアすると、これにちょうど来てますね。こんな感じ。今ホットケーキッチが来てますね。こんな感じで育てることはできないけど、条件をクリアすると会いに来てくれるキャラクターは14キャラクターもおります。そして1台しか持っていなくてもブリードすることは可能なので、遺伝も楽しめる仕様になっておりますよ。今回はこの一覧の中から水エリア限定21キャラクタープラスシークレットまで触れていきますので、攻略に煮詰まったりどんな子を育てようかなって思った時に見返してくださいね。表を見ていただくと分かりますが、ヤング期は4キャラクターおります。スイスイヤング、ぴょこぴょこヤング、ピチピチヤング、ふよふよヤングです。例えば御三家であるイルカッチにしたい人はスイスイヤングからしか進化させることはできませんので、この最初のヤング期を狙ったキャラクターにすることが攻略の第一関門となります。初日はベビマルッチから水キッズに進化した瞬間から意図的に狙った子に進化するように育てていく必要があります。このキッズ段階の重要な進化ポイントは食事になります。キッズからヤングに進化するまでに餌の遺伝情報を組み込むために最低3つの同じ餌を食べさせる必要がありますので、こちらも表を作ってみました。食べ物は肉食、草食、プランクトン、餌情報なし、この4パターンに分けられます。スイスイヤングは肉食、ぴょこぴょこヤングは草食、ピチピチヤングはプランクトン、ふよふよヤングは餌情報を細胞に入れない、この4つの育て方が必要となります。攻略と餌の取得方法がすぐにわかるようにイラスト化してみました。肉食はシーフード、フライドフィッシュ、浜焼き。草食は赤いわかめと緑のわかめ。プランクトンはミールシュリンプ、ミールプランクトンになります。餌はエッグハントで獲得しますが、肉は火山、草は泉と覚えてください。プランクトンはどちらに行ってもゲットできます。ふよふよヤングは餌情報が必要ないので、無限餌だけで食べさせて育てれば OK です。私が言っている無限餌というのは、この無限のマークがついているこの餌のことです。ペレットフードですね。でもハントには行って餌は貯蓄しておきましょうね。ここでよく質問されるんですが、例えばスイスイヤングにしたくてお肉を食べさせようとします。その時にシーフード、フライドフィッシュと浜焼きそれぞれ1個ずつしかないから、1個ずつ食べさせて合計3個にしてもいいですかと聞かれます。答えはダメです。肉の中からシーフードだけ3個、浜焼きだけ3個という風に同じものをあげないと遺伝情報に入らない可能性が出てきますので注意してください。キッズからヤング期に進化するまで24時間ありますので、初日キッズになった瞬間にエッグハントに出かけましょう。翌朝すぐまたエッグハントに行けば2回餌を取ることができるので、その2回でゲットできた餌で3個揃ったものをあげると良いと思います。
最初はね、餌が不足すると思いますので、遺伝情報が入ったら無限餌をあげて餌の節約をしましょう。キャラクターが増えたら1日2回でもハントに行けますので、最初だけの辛抱ですよ。進化までに間に合うかハラハラすると思いますが、頑張ってくださいね。では、無事にヤング期を迎えた際の育成分けをやっていきます。それぞれヤングちゃんから4キャラクターに分岐します。上からカースト1位と表現しますね。一番完璧なお世話をして育てた子が一番上の子たちになるんです。1位の子はお世話ミス0。お世話ミスはしません。そしてお腹ゲージとご機嫌ゲージを満タンにした回数が5回以上が条件です。細胞を見ていただきましょう。ちょうど今お世話ミスチャレンジしてるとこなんですけど、細胞を見てください。この太陽のマークとおにぎりのマーク、これがアダルト期に進化するまでに5個ついたらカースト1位にできます。そして2列目2位の子はお世話ミスが0から1回、カースト3位の子はお世話ミス2回から5回、4位の子はお世話ミス6回以上となります。この方法で育て分けしていきますよ。約24時間でヤングからアダルト期になりますし、寝ている時間も12時間ぐらいね、寝かせてるかと思いますので、実質12時間で6回ミスするとなると至難の業ですね。病気は放置すると死にますので、放置すればいいというわけではありませんので難しいと思いますよ。そして重要なシークレットなんですが、ふよふよヤング以外のヤングにできた人で、ヤング期に2台以上のたまごっちパラダイスと通信すればシークレット進化となります。そしてもう一キャラクター、デカベビマルッチはもっと難しいですよ。ベビマルッチの赤ちゃんの時期に4時間進化させなければできます。こうやって言葉にすると簡単に聞こえると思いますが、4時間の間に玉細胞のこの水のマークですね、この水のマークが4つついたところを見てしまうと強制進化してしまいますので、それをフィールド移動して回避するように育てる必要があるので、めちゃくちゃ難しいと思います。いかがでしたでしょうか。これが水エリアで育てられるすべてのキャラクターの攻略方法となります。そしてその先にはお気に入りの遺伝子を見つけてオリジナルキャラを育てたいという願望が出てくると思います。ここからは私の主観マシマシおすすめ遺伝子とその攻略ポイントをご紹介していきますよ。発売日から毎日遊んできて遺伝について分かったことがあります。このね、可愛い目とか耳とか口とかいろいろな部分がミックスできるというわけではないんです。基本的に遺伝できるのは目だけです。なので例えば口パッチの特徴的な口を遺伝させたいってことはできないんです。たまごっちミックスやたまごっちミーツとはね、その辺が違っていますよね。ということはより個性的な目をした子を選ぶということをおすすめします。私のおすすめ遺伝キャラクターベスト5をご紹介していきます。第5位、コアモテ遺伝子です。シャークッチ、グマックス、イーグルッチあたりの目がおすすめです。そして第4位、癒し系遺伝子、マグマッチ、キューイッチ、バタッチあたりですね。垂れ目の子になります。第3位、おもろい枠遺伝子、パピヨッチ、ビーバッチです。可愛いんですけど個性的なので本人以外には似合ってない姿になることが予想されます。そして第2位、私が一番好きな遺伝子です。フラワッチ、まつげがめちゃくちゃ可愛いです。ピーコッチにもまつげはありますが、バサバサしすぎると似合わないって子もね出てくるかと思いますが、フラワッチなら誰とブリードしても可愛いイメージです。その子がこちら。今ね、お世話ミスチャレンジなので笑顔が見れないんですけど、こんな感じ。まつげとほっぺ見えますか？やりました。これで可愛い顔が見れるよ。そして第1位は視聴者さん一番人気、タチュッチとアポロパッチです。この子とブリードしたことある人、コメント欄で名乗り上げてください。絶対一度はみんなやってるでしょうってくらい人気があります。
ブリードのご注意点としては、このキャラクターとブリードすれば絶対に遺伝するというわけではありません。キャラクターたちとブリードした相手の遺伝子の方が強いという場合がありますし、ランダムになりますので、毎回絶対とはいきません。ではこの遺伝子たちに出会うにはどうしたらいいのか、簡単な裏技をご紹介します。ブリードのことを私はね、お見合いって言ってるんですが、お見合いは1日3回までできます。でも焦る必要はありません。実践してみましょう。結婚しないけどね、テントッチは長生きチャレンジしてますんで。このようにタマラボを開いて、お助けっていうところを開きます。で、卵相談を選びます。続いてブリードを選びます。ここで4キャラクターの中から選ぶのですが、ここに好みの子がいないよっていう場合は、無理にブリードしなくて大丈夫です。一度前のページに戻りましょう。前のページに戻ってもう一度ブリードを選んでください。そうするとお見合い相手が変わっていますよね。この方法で好みの子が来るまでは何度でも挑戦してください。この方法ならいずれは狙ってるキャラクターに会えます。ただし挑戦したけど3回とも振られてしまうっていう場合もあります。その時はドンマイ、明日があるさという流れです好みの遺伝子に無事にできたらお金をかけて色変えなんかも楽しんでみてくださいね。私はね、このようにピンクキャラクターばっかりでピンクランド化しておりますよ。かわいいでしょ。ここまで理解したあなたは今日からタマパラを 100% 楽しむことができると思います。もし 120% 遊び尽くしたいと思ったあなたはこの研究記録を見て、ここに図鑑があるんですが、全キャラ攻略して図鑑を完成させたり、ここのインフォメーションを押してミッションを選択します。ここでミッションコンプリートを目指してトロフィーをもらったり、こんな感じね。このようにアイテムを集めて我が子に可愛い遊具をプレゼントして遊んでいる姿にもだえたりしてください。おすすめは惑星レベルを上げて惑星旅行に行くことです。今ドーナツくんが遊びに来てくれてますね。一瞬しか見れないけど、このように冒頭でお話ししたこちらの惑星に遊びに来てくれる14キャラクターも攻略しましょう。そちらの攻略方法は関連動画をご覧くださいね。いかがでしたでしょうか。今回は水エリアのお話をしましたが、キャラクターが違うだけで進化のさせ方、食事の考え方はどのエリアも一緒です。いつもより高評価があったら続編も作るかもしれません。タマパラ飽きてきたけどそんな楽しみ方もあるんだ、やってみようかなって思ってくださる方が増えたり、これから始める方のお役に立てれば幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。